うわ、プルプル。完全に別の生き物ですが、食感的にはキクラゲです。皆さんこんにちは、ホモサピです。今日はね、キモいものを食います。いつもと違って自然に繰り出すわけではなくて、神社に来ました。昨日雨が降って状態がいい感じです。こういう風に神社に来て角の方を見ると、あった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 。うわ、プルプル。ゴールデンレトリバーの唇、めっちゃ柔らけ。このワカメみてえなやつはですね、イシクラゲと言います。クラゲってつくけどあのクラゲではなくて、めちゃくちゃざっくり言うと年ジュモ属に属する卵巣っていうバクテリアなんですね。生物学的にめちゃくちゃ面白い生き物ではあるんですけど、それはどうでもよくて、こいつらうまいんですよ。もう触った感じから食えるんですよね。これ完全に別の生き物ですが、食感的にはキクラゲです。こいつはね、わりかしどこにでも生えてます。芝生にも生えるし、岩にも生えるし、畑にも生えればコンクリートにも生えます。こいつらは乾燥が好きじゃないので、直射日光がガンガン当たるところよりかは、こういう木の陰ぐらいの場所を探すとよくあります。プルプルの理由は水分を含んでいるためで、乾燥するとカッサカサになります。今は防潤状態と呼ばれる形態ですね。見るからに食えるでしょうってノリで昔から日本でも食べられてたそうです。そしてこのイシクラゲ、笑っちゃうぐらい高栄養なんですよ。鉄分はブドウの30倍。土に入るだけあって、その他ミネラルも完備していて、タンパク質含量はなんと驚異の 20% です。ザバスのプロテインよりタンパク質が多いという異常なステータスを持ってます。さらに美味しい。個人的に最強なのは、鍋で強めに炒めてプルップルの食感を最大限感じる中華料理ですね。今日はこいつで絶品神社中華丼を作っていきたいと思います。ではこれをどんどん採取していきます。とは言っても拾うだけです。特に地面に根っこを張ってるわけじゃなくて、覆いかぶさってるような状態なので、ひっぺがすのに力もいりません。よいしょ。なるべく砂利が絡んでないやつを拾った方が後で処理が楽です。そういえば匂いはどうだろう。無臭。ほのかに土の香り。海苔っぽいけど海苔の香りはしません。ほとんどが水分なんで多めに取っていかないと調理の時結構縮んで量が減ります。どうせ無料なんでね、たくさん拾っていきましょう。こいつらね、水分を含んでいるために足を置いて体重かけるとめちゃくちゃ滑るんですよ。特に岩とかコンクリートの上だともうね、バナナの皮より滑ります。俺やばい、危ね危ね。さっき俺ね、ここで滑って死にそうになりました。ここに足かけたらね、こうやってね、危ね危ね。超デンジャラスな生き物です、こいつは。今気づいたんですけどね、取ってた真上にね、みょうががめっちゃ生えてました。これみょうがですね、みょうが。スーパーに並んでるみょうがです。普段私たちが食べてるみょうがは花の部分なんですけど、今見えてるのは地上に出ている茎の部分です。茎といってもね、本当の茎は地下に埋まってる地下茎で、これは偽茎と呼ばれる偽りの茎なんですが、この偽茎も日光を遮って卵白栽培すると白くて柔らかい美味しいやつになるんですけど、日光をガンガン浴びて緑で硬くなったやつでも若いやつならね、食えんことはないです。野菜炒めに入れるんだったらうまいと思います。ちょっともらっていきましょうか、いくつか。あとお前は食えそうだな。よいしょ。ちなみに生姜もみょうがと同じ生姜科生姜属なので、葉っぱとね、茎がめちゃくちゃ似てるんですけど、これはね、竹が1メートルぐらいあるんで、みょうがで間違いないと思います。まだこの時期なんでね、探せばみょうがの花の部分があるかもしれない。あれ、野菜炒めに入れると独特のアクセントになって美味しいんで。よく見たら花が咲いてました。私たちが普段食べているみょうがです。ここにもね、花咲いてます。この茎を見るとね、みょうが感がわかるんじゃないでしょうか。ほら。この花が咲く前にちょっと地下に埋まってるこれぐらいの時がね、収穫のし時なんですけど、ちょっとこれいただいていこう。6月から10月にかけてはね、まだ取れます。それ以降はちょっと来年までお楽しみということで。あと追加で中華料理に使う野菜的な植物を取りたいと思います。今は実りの秋です。山へ入れば何かしら食料があります。あそこに生えてる赤い実見えますか？あれはカラスウリといって、ウリ科のメロンやスイカの仲間なんですよ。だから食べられるんですけど、欲しいのはあれじゃなくて、うわ、お前惜しい。これ食えるやつ、これです。よいしょ。これですね。これ食べられるカラスウリ。あれも1個食えそうだ。よいしょ。取れた。でかい。ここにもあるぞ。こんな感じで3つ取れました。この赤い実の方が明らかに美味しそうじゃないですか。熟してて。残念なことにこれは押すとわかるんですけど、もうペッコペコ。中身がね、スカスカなんですよ。中の水分全部使っちゃって、種が成熟しちゃってます。これを割ります。ほら。うわ、かぼちゃの種みたいですね。もうこの時点で空気が起きないんですけど、ちょっと食べてみるとね。あれ意外とうまいぞ。あれ意外とうまい。ごめんみんな、意外とうまいわ。うわ、びっくりした。舐めてる時はかぼちゃの種ぐらいだったけど、口に入れた瞬間ゲッの味がした。これ単体で食うもんじゃねえな。で、一方こいつはね、まだ熟してなくて、中に水分たっぷり入ってるんですよ。これはね、皮が食えます。スイカの皮で漬物とか作ったことある方もいると思うんですけど、ああいう感じでね、皮がシャキシャキして美味しいです。これも持っていきましょう。
あとなんとありがたいことにカラスウリは葉っぱも食べられるんですよ。葉っぱも茹でたり炒めたりすると普通に野菜みたいな感じです。葉っぱもたくさんいただいていきましょう。どうせ冬には枯れるんでね。いただいていきます。あったー、秋のボーナスあけびです。まだ開いてる状態じゃないんですけど、これもいただいていきましょう。もぎっと。これがもう少し熟すとパッカーンと開いて中から種子が露出するんですけど、その種子の周りのゼリー状のものをねペロ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 食べるととっても美味しいです。けど今日はそこは使わずに皮を使います。あけびはね中身より皮の方がうまいです。きんぴらにすると食感がすごい良くて大好きです。これも持っていきます。帰宅しました。これが本日の食材です。イシクラゲとアケビ、カラスウリとカラスウリの葉っぱです。今日はこれにちょっとだけ野菜を加えて神社中華丼を作っていきたいと思います。まず最初にやることはこのイシクラゲを死ぬほど洗ってください。イシクラゲは地べたにベトってくっついてるんで、もう見るからにね汚い。砂利とかの味を知りたくないんだったらひたすら洗ってください。うわ汚ね。水を入れて1回目はこんな感じです。よし、めちゃくちゃ洗った。砂利は取れたんですけど、ちっちゃい苔が活着してるやつがあります。これはもうねしょうがない。気になる人は取ってください。この苔も食べられる苔なんで俺は気にしないで食べちゃいますけど、気になる人はまず地面から拾って、これ食べないから大丈夫か。次はですね、こちらのアケビを軽く洗いまして包丁で半分に割ります。皆さんがよく食べるのはこの中の果肉の部分ですね。この白いプルプルがですねとっても甘くて、ほじくり出してちょっと食べてみます。あんま。なんかね、あんま。柿の種の周りのプルプル。あれとほぼ同じ味がします。野生ではもうちょっとするとパカーって自分で開くんですよ。で、鳥とかにこれを食べてもらって、種は消化されずに糞で排泄されるので、生息域を広げていくという植物の知恵でございます。お前らの行く先はゴミ箱だけどな。とりあえずこの中身だけ取り出します。これはデザートで取っておきます。で、今日使うのはこっちですね。アケビの皮はもうマジで野菜です。生のまま食べるとですね、渋。食べられないどんぐりぐらい苦い。渋柿みたいな味がしますね。なのでアク抜きが必要です。硬いヘタの部分を切り落としまして、あとは適当に縦に細長く切ります。鍋に水を入れて火をつけます。入れます。これでアクが抜けたので、こんな感じで炒める直前までもう少し水にさらしておきます。カラスウリはウリの仲間なので特に調理法で変わったことはないんですけど、一つだけ注意点がありまして、よいしょ。まずヘタを切り落として、で半分に切ります。ダメだなこれ。カラスウリまだ若いかなと思ったけど、これダメだ。こうなっちゃうとね、種の周りにこの皮の分厚みを持っていかれて、皮が食えないんですよね。これもダメかな、もしかしたら。これはギリいける。まだちょっと皮が分厚いんで、これは中身をほじくり出して、外側食えるわ。食べやすい大きさに切りまして、OK。次はこちら、カラスウリの葉っぱです。まず軽く洗います。こいつらは一回軽く湯通しした方が美味しかった記憶があるんですけど、今日は俺のケツポッケでちょうどよくしなしなになってたんで、このままいきます。あと、かさ増し用にスーパーで売ってた緑の草を入れます。こちらみょうがの擬形ですね。根っこを切り落とします。茎を切り落として皮1枚剥きます。程よい長さに切って、少な。もっと取ってくればよかった。これで OK です。そしてみょうがですね。みょうがたまたま1個だけ生えてたみょうが剥きまして、よいしょ。スーパーでよく見るみょうがですね。ちょっと赤みが薄いけど半分に切って、ちょっとだけね、こんなもんかな。ちょっと刻んどくか。あと少し色を加えるために人参を入れましょうね。人参。あんかけなんで事前に片栗粉を溶いておきましょう。中華鍋は火をつけた瞬間に戦いが始まるので、ちんたら片栗粉を溶いてる余裕はありません。事前に溶いておきましょう。火をつけます。最強火力で中華鍋を乗せて煙が出るまでしばらく熱します。よし。ではこちらに油を入れます。油を鍋肌になじませて、もう一回火を入れます。一番最初に豚肉を入れます。いけ。やべえ、切れてねえじゃんこれ。いいか、ここで切れ。みょうがの茎となんだっけ、この葉っぱとカラスウリの葉っぱ、こちらにアケビとカラスウリ、いけ。人参も入れます。ここでみょうがをイン。この辺で鶏ガラを入れたい。鶏ガラがない時は
いける。巻き殻でいけます。マキシマムにはカツオの出汁が入ってるのでいけるはずです。めっちゃいい香りする。この辺で石クラゲをイン。いけ。今日のメイン食材です。よし、もういいだろう。ここでごま油ちょっと香り付け程度に入れまして、お醤油を入れます。水溶き片栗粉、あんかけになれ。ちょっと味見してみます。あっつい。でもうまっ。うまっ。ご飯を盛ります。こちらにかけていきます。汚ねえな、なんか。でも味は美味しいはずなんで大丈夫です。完成しました。石クラゲといくつかの草の中華丼です。ではいただきます。おお、五目焼きそばに近いな。いただきます。中華丼作る天才かもしれんってぐらいうまいんだけど。なんかジャリッとしたな。まあ気のせいだろ。まずこれ食べてみますか。今日の主役、石クラゲ。石クラゲです。いただきます。昨日雨が降ったせいかめちゃくちゃプルプルで、キクラゲっていうよりかはめちゃくちゃ長く煮込んだ玉ねぎとわかめの中間みたいな食感がしますね。決めさせていただきます。ウィルキンソン炭酸。あー、生きてる。あけびです。あけび単体で食べてみます。ほろ苦い冬瓜みたいな食感ですね。みょうがの茎、偽系です。いただきます。あ、うまっ。シャキシャキしてて、みょうがの独特の風味がちょっとマイルドになった野菜みたいな感じですね。カラスウリですね。これ結構苦いわ。あれの味がする。ゴーヤチャンプルー好きな人は好きだわ、これ。ごちそうさまでした。この前東京で出版記念のリアルイベントを開催したんですけど、関西でもやってくださいっていう DM がめちゃくちゃ来てたので、角川さんに相談したら関西でもできるらしいんですよ。なので今回大阪で開催することになりました。詳細は概要欄の URL から見てみてください。ということで本日の動画も最後まで見ていただきありがとうございました。この動画がいいと思ったらね、チャンネル登録と高評価をどうかお願いします。よければまた見てください。ごちそうさまでした。